イアンの西アワー。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。アイアンの西アワーでございます。はい。では恒例の今日も一日お疲れ様でした。さあ、自分たちで言うのもなんなんですけれども、メインチャンネルの、アイアンの西デュエットの方の、動画作りにですね、結構私たち映像にね、こだわってまして、歌ってみた動画なんだけれども、見てもね楽しんでいただけるような動画を作りたいっていうのが一応私のモットーでございまして、それなりに、凝った映像の作品を作っているんではないかなというふうに自分でも思ってるんですけれども、特に、デュエットの作品を作る時は、見応えのあるものにしたいなっていうふうに思ってまして、結構屋外で撮影すること多いじゃないですか。でその屋外でロケを撮影した時の、いろんなお話ねあるんですけど、以前もまだ本当にこのチャンネルを立ち上げた直後ぐらいの時に、山中で車がパンクしました。撮影のね帰り道にね、あれはライオンキングのサークルオブライフ。そうですね。の、作品だったんですけれども、またその時とはちょっと時が遡りまして、もののけ姫の2人でねデュエットでハモって歌ってるんですよ。特にニッシーが、メラさんばりのね綺麗なカウンターテノールで高音で歌ってる、ビデオになりますので、皆さんよかったらねまだチェックされてない方はこの後見に行っていただきたいなと思う。アイアンドニッシーのそうね。で愛ちゃんもメイクをしてね3のメイクをもうそのまま完コピやね。完コピね、一応ね、そうそう、私3のメイクをしてますし、あとは冒頭にニッシーによる三輪明宏さんのモノマネも入ってるんですよ。そうね。例えば映画ですと淀川長春さんが最初出てこられてね、映画の解説をするような感じで、ちょっとしたねナレーションっていうのね、はいメンダースターみたいな感じのね、私のモノマネもあそこに含まれております。そうなんですよ。でもののけ姫は結構そんな感じで、アイアンド西の世界観というか、もうやりたいって思ってるものがギュッと凝縮されたビデオになってまして、ただね再生が期待したほど振るってないんですけど、あれはねひとえに私のサンメイクのサムネのせいでみんな怖がってるんじゃないかなと思うんですけれどもね、ぜひぜひチェックしてほしいんですが、今回お話ししたいのはそのいろんな凝った要素の中でも、特にロケーションのお話をさせていただきたいなというふうに思います。もののけ姫の撮影をしたのは確かにあれ去年の5月、6月じゃなかったと思うんですよ。5月だったと思うんですよね。ちょっと汗ばむ陽気でしたね。そうですそうです。本当に初夏の、でちょっとジメッとしてるというね、天気は晴れたり曇りが出たりっていうぐらいのちょうどいいぐらいの陽気っていうような時に、我が家から車で30分ほど離れたところにですね、森林公園みたいなところがありまして、で結構こう軽く山にもなってまして、トレッキングされる方なんかも多いようなね場所で、なんかすごく以前ちょっと遊びに行った時にここいいなって思ってたんですよ。いつか撮影で使いたいなと思ってた時にもののけ姫手がけて、もののけ姫の雰囲気にはちょっと日本家屋もあったりなんかしていいかななんて思いまして、それで場所で撮影をしたんですね。でちょっと結構なんていうんですかね、湿地帯でもあったからで結構生き物が虫さんとかねがたくさん。でカエルとかね、そうカエルとかトンボとか蝶々とか実際の動画にも映ってるんですけど、あれは実際時撮影行った時にいた子たちを見つけてこう撮ってるやつをね差し込んでるんですけれどもね、そういうので2人で音楽に合わせて歌ったっていうのがあるんですけれども、そこでも実はとんでもないトラブルがいろいろありますね。屋外で撮影する時にはね。そうなんですよ。最後の方の段になった時にニッシーのソロのパートの撮影を私が撮影した。でニッシーはね大きな木の上で歌うっていうパートを撮影しました。動画になってる部分は2番だと思います。あそこの撮影が終わった時にちょっとごめんおまけ映像を撮りたいからってね、歌い終わった後に私がちょっとニッシーにお願いをして、でちょっと木の陰に隠れて木からこうピュッて覗いてカラ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 小玉みたいなことをやってって言って、実際映像ね動画の最後の方に入ってるんですけれども、あんなことをしました。でその時にニッシーがちょっとねなんかここすごいなんか虫がいるよって言って。
言ってたんですよ。で「ああ、まあ、分かった分かった」って言ってもまあささっと撮影を終わらせました。で、帰りの車の中で事件起きたんですけれども、急にね西が「かゆいかゆい」って言い出したんですよ。かゆいね。なんか腕がかゆい。腕がかゆい腕がかゆいって西運転してくれてたんですけれども、かゆいかゆいって言って、で停車した時にバッとこう。腕をねまくって見せてくれたら、この右腕のまさにこの辺ですよね、本当にこの関節のところがちょっとポツポツポツっと湿疹ができてたんですよ。あっと思って、あ、きっと虫刺されかなと。で最後はまあ、ちょっと木の結構草むら入って木の陰からあんなにやった時に、多分虫に噛まれたのかな、なんて言ってて、時間が経つにつれてどんどんその。なんていうのプツプツがね、大きくなって気が広がるし、とにかくかゆいかゆいってすごくニッシーが言うんで、で帰りにドラッグストアによって虫刺され用のね、塗り薬買おう言うて、で買ってたよね。であれが確かね結構強力版買ったって言ってましたよね、一般のやつじゃなくて。で家帰って塗りました。でその後なんか出かけましたね、西一人でね。その時はあんまり大げさには捉えなかったんですよね。ところが夜帰ってきた時に収まったかなと思ったら、バッて見たらもうひどくなってたのよ。でむしろその薬を塗ったことによって多分間違ってたんだと思うんですよね。赤い点がポツポツポツだったのが、自分自身が書いてるのもあるし、薬が合わなかったのもあったり、ブワーって腫れ上がってて、で「うわこれはひどいね」って言って、ちょっと紫色になってたんですよ。で私それを見た時に「たたられてるやん」まさにもののけ姫のアシタカと同じ腕の状態になってたんですよ。そうなんです。皆さんすごいと思いません？もうまるでアシタカだったんですよ。で私それ見てなんか嬉しくなっちゃって心配せなあかんところが「いやこれアシタカやん!」言うてそうそうそう「いやたたられとるやん!」言うて嬉しそうにたたり神がついとるやん言うて、そうそうそう、もののけ姫ひどい状態でしたからね。本当に本当にそうですね。なかなか引かなかったよね。とりあえず薬が合わなかったからそのまま薬も飲まず、忙しくて病院にも行けないから、まあ言ったら放置みたいな状態だったけど、日に日にひどくなってきて、でもう日々ね明日か感がねこれはほんまにたたられたんちゃうかみたいな、そんなようなことがあったんですけれどもね。まああれでも結局自然治癒でしたね。長かったですけどね。あれは多分虫刺されというか、まあただ単にジンマシンやったんちゃうかなと思うんだけどね。そうでしょうね。でも虫刺されと勘違いしてその薬を塗っちゃったから逆にね悪化しちゃったみたいな。いう感じでしたね。そんな感じの話です。でそんな感じでねもののけ姫となんかすごくリンク性を感じるね出来事だったんですよ。まさに日誌が明日かになった瞬間でございました。静まれいとかって私家の中でねさぞかし何やったっけ、名のある山の神と思われる最初のシーンですよね。もののけ姫ね、ご存じない方には何の話してんのっていう話ですけれども、冒頭でねアシタカがね荒ぶる神様と戦って呪いを受けてしまうんですよね。でその時のバトルでアシタカがいろいろ名言を残してるんですけど、それをちょっと家の中でねやったりしながらね数日間楽しんだともののけ姫ごっこしましたよ。そうですね。でそうなんです。皆さんねよかったらもののけ姫ぜひぜひねご覧いただきたいんですけど、特に2番のニッシーがソロでねハミングというかルールルーって歌ってるところのニッシーをよく注目してください。ニッシーのねこの辺目のあたりにね毛虫がずっと張ってるんですよね。でもこいつちゃうこいつちゃうか言ってバッチリ映ってるっていうね虫と一緒にねニッシー映ってるシーンありますんでね。そうであれ撮ってる時と編集してる時気が付かなかったんですよ。虫がここ張ってるっていうのね。で出来上がって家のテレビで見た時に「あ」って言ってね「虫が張ってるやん」言うて。いやね撮られてるその瞬間も全く気づかなかったもんね。気づかなかった。虫はどこに消えていったのかね。そうですね。まあそんなような
ことがありましたということね、アイ西の外でのロケは結構トラブルつきもんですよ、っていうようなね、感じでございました、そのようなお話をさせていただきました。はい、というわけでまた次回も見に来てくださいね。はい、お願いします。はい、でした。西でした。アイ西でした。かゆいかゆいかゆい。さらまた。おやすみなさい。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネルアイ&ニッシーデュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。